販売枚数1万着突破。ジェッタ公認オリジナル T シャツウェア3分で注文可能です。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。今日はですね、私が得意にしているフォアのカウンタードライブのやり方、2種類のやり方ですね。私が実際に2つ使っている打ち方があるので、それを皆さんに今回紹介しようと思います。私自身ですね、本当カウンターも主戦と思われるぐらいもうカウンターマンなんですけど、どうやってそのカウンター技術がこう安定するか、それはですねちょっといろんな秘密が実はいくつか あるので、今日ちょっと2つあるんですけど、大事なカウンターのコツをやります。1つ目のカウンタードライブのやり方が、カウンターの成功率を上げるために、実はその前の準備打がめちゃくちゃ大事と言われています。よくですね、カウンターするためには下回転をまずこっちがつっつきですね、つっつきをして相手が持ち上げた球をカウンターっていうことになるので、そのつっつきがですね普通につっつくとカウンターができません。普通になんとなく普通に優しく入れるようにつっつくとですね、両サイドに打たれたりするのでコースも読めませんし、軌道も結構直線的に速い攻撃的な軌道でくるのでカウンターができないんですよ。威力のバーンってある球をカウンターするのって多分奇跡プレーみたいな感じになっちゃって成り立たないと思うんですよね。で、何が理想かっていうと、相手にこうループっぽく優しくこう山なりの遅めのボールで上げてくれることがやっぱカウンターの絶好の狙い球なんですよね。低くて速い球はカウンターできないんです、なかなか。なので理想は、私はつっつきやるときに普通につっつくんじゃなくて、できるだけ相手コートの深いところですね、バックの深いところめがけて深めにつっつく、少し深めにつっつくことで相手がそれに対してちょっとこう山なりに回転重視の遅めのボール、もしくはコースも結構読みやすかったりする、クロスに優しくつないでくれたりするのでカウンターがしやすいっていう感じになります。なので私自身もよくフォアでつっつき深く送って相手に持ち上げさせてフォアカウンター、もしくはこっちでフォアつっつきして相手が持ち上げさせてフォアカウンターっていう感じですね。なのでやっぱフォアつっつきとかバックつっつきをやっぱ深めに送ると次クロスで待ちやすいっていうメリットがあります。で、これがカウンターが成功しやすくなるまず大事な秘訣になります。なので準備打が大事だよってことですね。準備打深めに送ってカウンターする。で、この時に2つ目ですね。で、私自身カウンターの時にどういう意識を持ってるかっていうと、もういきなり最初に私の意識はもう一番理想バウンド直後掴んでカウンターすることですね。できる限りこう相手の球をバウンドしたすぐカウンターする、このイメージ。これができると、中国の選手とかこのライジングすごいうまいですよ。ライジングカウンタータタンパタン速いですよね。で、バウンドしてすぐで捉える。で、ちょっとフォア打ちぐらいのスイングでいいです。これ大きくカウンターといって後ろにテイクバック取っちゃうともう
入らないです。ボンボンぶっ飛んじゃうんで、特にライジングカウンター、この1種類目の1つ目のライジングカウンターに関してはもうほんとこんだけ次超コンパクト、これフォア打ちぐらいかな。フォア打ちもないかもしれないですね、下手したら。ほんとちょっとでこんだけです。だからただでさえ相手のドライブなので、ドライブの回転と上回転の勢いがあるので勝手に速くなります。ライジングつかめばタタン、もう勝手にもうプラスアルファしないようにパパン、こんだけ。だからここまで振り切っちゃったらカウンター安定しないです。ここで止める、これタタン。だからそう思うと結構簡単そうに見えるんですよね。だからちょっと優しく軽くカウンターするって感じです。はい。で、はい。でただでもこれ1種類目のはこれライジングカウンターっていう威力のあるカウンターなんですけど、これ相手の時間も奪う、早いんで一気に主導権握れるんですけど、ただ私がもう一つカウンター使うって言いました。でなぜか、それはですね、やはりですね、今のライジングが待てないことがあります。急に相手の攻撃の質が高い、要するに相手が強い人とかですね、強い人だと深いつつきを送っただけじゃ効かない。早く直線的にバックハンドのバックダイブストレートにバーンと早く来たとか、つつきをバックに深く送って、もうバックダイブでストレートにパパーンと早く来た上級者ですね。でその質タターンするの難しかったりする。タターンできたらいいんですけど、タターンができなかった時にもう一つのカウンターが、もう待ちが外れた時はバウンドして引きつけてカウンターするっていうやり方に変えます。これは少し距離を取るってことだし、少し距離、もう待ちが外れ、ライジングの待ちができなくて急に来て、カウンターしたい、でもカウンターしよう、ちょっとドライブが浮いてたとかループ気味だったとかだったらカウンターしたいじゃないですか。ドライブで自分が待ってるカウンターと違う球が来てうわーってなった時に、でも球質はそんなに実は高くない、普通のボールが来たぐらいだったら、普通の攻撃技が来ただったらちょっと引きつけて下がって落ち着いてかけ返してあげるっていうカウンターですね。この2種類ですね。ライジングカウン読めてたらライジングカウンターで、読めなかった時は、ライジングできないちょっと距離取ってゆっくりここでカウンター。だからそのメリハリが私は結構大事だと思ってます。なので実は自分の中、私の中ではバウンドしてすぐか頂点じゃなくて、実はここまで落ちるぐらいの気持ちぐらいの差がある方がカウンター成功しやすいです。だから変にバウンドして一番高いところで行こうってなんていうんですかね、中間みたいなカウンター、ライジングでも引き込んでもないカウンターが一番試合中の調整が難しいです。もうカウンターしたいと思ったらもう大体みんな待ってるじゃないですか。カウンターしよう、速いロングサーブ出して相手が打つの待ってフォアカウンターとか、もうわざとロングサーブ出して相手が打ったのライジングカウンターとかね、もう待ってるんです。それ待ってる時はライジングできる。で待てない時に頂点じゃなくてわざとバウンドして引きつける、もうここまで落として下がって
でここでゆるっとしっかりかけて、体使ってちょっと大きめに回転をかけて、ちょっと前のライジングよりはカウンターよりはちょっと大きなフォームになります。大きめなフォームでしっかりかけてもらうと、そうすると引き込んだカウンタードライブっていうので2種類ですね。そういうのを使い分けしてます。はい。なのでそういうふうに全部が全部自分の中でカウンターしようってなると、今のカウンターって2つ結構違うんですよね。速いやつと引き込んだやつで種類が違うので、なんでライジングができれば理想ですけど、できない方は引き込んでもらった方がいい。っていうか人によっても違うんですよね。ライジングの感覚がある人はライジング行ってもらっていいですし、ただでも人によってはライジング苦手、やっぱ引き込まないとカウンターできない方は引き込む主体でもいいと思います。はい。ただでも本当の怖いカウンター、この速いタイミングの前陣カウンターはやっぱできた方がいいので、ライジングカウンターもできるようにしてください。このカウンターの時に、あとは相手のドライブの球威に負けちゃうよっていう方はですね、私ちょっとおすすめしてるのは、どうしても相手のトップスピン負けちゃう時はボールに対して正面をつかむっていうのがちょっと、実際こんぐらいですかね、少し巻いてるんですよ。内側にブレードをですね、正面つかむとトップスピンの影響を受けやすいです。正面で、食らっちゃうのはちょっと内側にフォア側を巻き込みサーブみたいな、こうちょっとだけ内側か、もしくはちょっと内側にフォア側面を受ける、こうカーブ系にしても、こういう感じで打つと相手の正面からちょっと横にずれたカウンターになるので、私自身のはもうちょっと巻いた状態でいつもこうカウンターで特に打ってるので、ちょっと巻いた方が食らいづらいってなります。相手の回転にかわすような感じになって食らいづらくなってくれる感じがあるので、私自身はこういうちょっと巻いてカウントドライブしてるっていうのも結構カウンターがよく入る、影響を受けずに入りやすくなってる秘訣なのかなと思います。はい。今回このカウンターの内容はですね、本当私流の教え方、やり方になりますので、よろしくお願いします。はい。
スタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。